ここは都内にある風変わりな喫茶店、格ゲー喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届けします。夏休みの宿題ってやってた？いや、私はもちろんやってないですね。もちろんってどういうこと？教科がある当日に急いでやるっていう手を使ってました。はめこさんはやってました？気にしなかった。普通に多分やってたんだと思う。偉い、それは偉すぎる。あ、いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。お久しぶりです。お久しぶりです。また来ちゃいました。ようこそようこそ。今週も2つのタイトルをプレイします。伝統の 3on3 バトルで格ゲーファンに愛され続ける KOF シリーズ最新作ザ・キングオブファイターズ14。そして人気 RPG グラブルのキャラクターたちによる白熱したバトルが魅力のグランブルーファンタジー VS。 今夜のお客様、1人目はアバオ選手。ザ・キングオブファイターズでは2人目のプロゲーマー。エボ2019のサイドトーナメント準優勝など数々の実績を残すトッププレイヤーです。もう一人のお客様はラギア選手。日本語の他に英語や中国語も話すトライリンガルプレイヤー。海外大会で数々の優勝を誇る注目の若手プレイヤーです。アバオさんは6月にビデオメッセージをいただいたんですけれども、ありがとうございます。はい。最近はどんな風にあれからお過ごしになられましたか？定期配信は継続してやっていて、格闘ゲーム以外に RPG とかもやられてましたね。そういうの楽しんでますね。いい過ごし方です。自分も格闘ゲームとかもひたすらやり込んだりもしてたんですけど、やっぱり家にいる時間が増えたんで、配信とかはしてないんですけど、やっぱりちょっと RPG とかも触ってたりはしてました、自分も。じゃあせっかくなんで聞きたいんですけど、その自粛期間中にやった格闘ゲーム以外で一番印象に残ってるゲームって何ですか？聞きたい。僕はアンダーテールっていうゲームをやってみたんですけど、それがもうめちゃくちゃ面白くて、ぶっ続けでクリアしちゃいましたね。すごい最高ですね。ラギアさんいかがですか？自分がやった中ですとやっぱ FF7 リメイクとかが年齢的に FF7 そのものは全く知らない状態でやったんですよ。そうですよね。それやった後に過去作もちょっといろいろ見たりはして、ファイナルファンタジーどうなんだろう。そうなんですよね。配信中にもよくなんかヒゲを触りながら配信をされてるっていうことなんですけど。そうですね、配信とかも、あとはゲームプレイ中もヒゲをたまに触ったりするんですけど、最近の格闘ゲームで演出が長い必殺技とかありますね。そういう時にちょっと触ったりしますね。それはなんかあるんですか？落ち着く。なんかやっぱり落ち着きますね。自分も結構こんな感じでしますね。こんなんとか口を打ったりはします。そうなんですか？やっちゃってる気はしますね。大会中とかも自分も結構ラウンド感とかなんかこんなんやったりこんなんしたりしてますね。見てる側とかはなんか勘ぐっちゃいますね。これなんか今やばいからなんかこんなんしてるのかなみたいな。格闘ゲームの大会とか見ると、ラウンド感とか試合感でやっぱ癖がある人多いなって思うので、手を揉んだりとかすごい後ろにもたれかかったりとかする人、深呼吸する人とか、そういう自分で決めてる人もいるでしょうし、本読む人とかいましたね。速読する人いましたね。速読をすごい速読で読むと。ラギアン選手はその三角語を話せるということで、これ話せて役立ったみたいな時とかありますか？もうありまくりですね。特に自分が結構 KOF が結構中国の方での大会とかも結構多いので、向こうの大会の運営とかの人とかの自分がやり取りとかも結構したりもしてて、同じように招待される人たちにもなんか通訳みたいに一緒に行く時みたいなやったりもしてて、特に中国語はやはり KOF に限って頼りにされてそうですよね。それはもう確かに。ここからはザ・キングオブファイターズ14の話題に。8月に行われるオンライン大会について聞いていきます。8月23日にも、日本のコミュニティ大会ですね、バトルコミュニケーション KOF という 2on2 オンライントーナメントが予定されていると聞いております。どうですか、意気込みというか。実はこの大会の日が、KOF の、一番初めの94が発売された日なんですよ、8月23日というのは。だったらちょっと自分の思い出のあるプレイヤーと参加しようかなという自分は思いまして、KOF って僕は兄がいるんですけど、
兄がゲームセンターにこうやって連れてってくれて出会ったゲームだったんですね、なので今回の大会は兄と組んで参加しようっていうので、それでお兄さんどれぐらい強いんですか？もう全然やってないんで弱いですね。弱いです。あ、じゃあ本当に思い出を、楽しんでいこうかなと。いや、いいですね。ラギアさんいかがですか？94とかは正直あんま分かってなかったんですけど、でも14とか？94が聞いていくつそうでまだですか？いやいくつとか生まれてないですね。ですよね。生まれてないですね。ですよね。今回は同じ3-1の所属している M ラッシュはい。選手と一緒に組ませて出てさせていただきます。で一応自分も兄いるんですけど、そこまで考え至んなかったですね。いやもうそんなお二人の話聞いてたら、私もねザ・キングオブファイターズ14お二人の戦い見たくなってきました。マスターありますか？夏休みといえば、キングオブファイターズ。それはまさにやるしかない。ナイスショー。今宵のエキシビションマッチ、まずはザ・キングオブファイターズ14。はい、というわけでここからはエキシビションマッチをやっていきたいと思います。前回2人で来た時はちょっとアバオさんに負けちゃったんで、今回ちょっとリベンジしたいなという気持ちです。前回は僕が勝ったんで、今回負けても引き分けですね。なんで後ろ向きだな、随分。それをちょっとアドバンテージになるほど。行こうかな。負けられる戦いができるだけですね。はい、それでは頑張ってください。お願いします。手早く済ませましょう。お執事ですね。そうですね、はい。そして左側アリス。前方戦はゲージがない状況での戦いになります。単純なパワー火力で画面足へと押し込んでいくのはラギアのアリスですが、ここでアバオはこの範囲どうかできるか。いや、画面足で飛ばしを食らってしまった。これは大きなダメージにつながる。そしてゲージがお互い1本溜まりました。となるとこのマックス発動からの強力なコンボを決めていくことができます。これまずゲージを1本使っていったのはアバオ、そしてラギアにはゲージがそろそろ2本溜まりそうなところ、アリスが攻め込んでいきます。2本溜まった。マックス発動 EX したたからの超必殺技につないでいきます。 KO。 先鋒戦見事勝利を果たしたのはラギアのアリスです。このまま体力をちょっと回復した状態でアバオの中堅はこのようにレオナですね。非常に機動力、そしてアップルジュースの子ですか？アップルジュースの子ですか？アップルジュースの子です。ああ、なるほど。血を見ると怖がってしまうという、ね、そしてこう戦いが進んでいることでアバオにはゲージがたくさん溜まっています。画面足投げていく。ガードとして上から着地投げは抜けていますが、これガードキャンセル。さらに画面足の攻めに展開していくアバオに対して小ジャンプや中ジャンプを生かして中段からマックス発動。これはガードができない。一気に追いついた。アリス先鋒ですからね、これを早く落としたいところだが反撃。もう少し。おお、うまい。ジャンプしていったところをしっかりと迎撃して、ラギアの先鋒のアリスを破りました。そしてここでラギアの中堅が登場です。出てきたのはブルーマリー。こちらもやはりマックス発動からのコンボが非常に強力。技をどう当てていくか。空中戦競り勝ったのはバオ。体力差はかなりついていますが裏にはあるが、ここで無敵技で返していく。さらに奥攻め。ここはガードキャンセルで一旦距離を取って、さあもうここで倒せないまでもある程度体力を取りたいところですが、残り体力は1ドットと言っていいでしょう。ここは一発中段から上からめくっていきます。しかししゃがみジャッキック。まず先に大将を引きずり出されたのはアバオ。出てくるのはこのシュンウェイですね。お互いに大将にはこのキャラクターを置いている非常に機動力のあるキャラクター。まずはマックス発動。これは空中ヒットになって助かったしゃがみジャッキックからマックス発動を返していくのはラギア。しびれさせてさらにコンボを伸ばしていく4割強。ガードキャンセル前転で一旦距離を取るのはアバオ。そして小足からマックス発動を返していきます。起き上がりを攻め込んでいくのはアバオ。おっと前転を読みましたが裏に回って無敵技を警戒。ここは裏に回るマックス発動。これもガードでしのぎました。しのいだか。ここはこの大将のシュンウェイで
このブルーマリオ倒さなくてはいけません。中華の爪足から投げていく。取り返した。対象対決へともつれ込みましたが体力差はイメージ通りに動け。左側の、銀髪、こちらの守面は、ラギアですね。うわー、スト空中一足カウンターからこのダメージ、一気に優勢に立ちましたラギア。アバオはもう後がない。いいですね、相打ち。ジャンプで逃げようとしたところに対して見事勝利を果たしたのはラギアです。お見事。ラギアさん見事リベンジ達成です。結構前負けたのはちょっとかなりちょっと圧色っていうか結構負けず嫌いなんで、すごく忘れられない戦いだったんですけど今回やっとリベンジできてよかったです。これで引き分けになったので強いぞ。また次回 KF がまたあったらあれですね決着がつけれるかなと思いますのではい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。そして続いてグランブルファンタジー VS の話も伺っていきましょうか。今ねやっぱりグランブルファンタジー VS といえばもう本当にたくさんのプロゲーマーがいろんなところから参入してどういった魅力を2人は感じてやり始めたのか聞いてもいいでしょうか。まさに戦国時代ですよね本当にいろんな格闘ゲームのタイトルから各プレイヤーが集まってきてる感じなんで今まで見れなかったような組み合わせ、例えば KF のトッププレイヤーとギルティギアのトッププレイヤーが30本勝負するみたいなイベントもありましたし、あとは対抗戦ですね、コミュニティの対抗戦みたいなのがあってストリートファイター勢が来たみたいな感じでやったりとかもしたんで、孫選手とかも来ましたし513とかも来ましたし、いろんなプレイヤーが集まってきて対戦してるっていうのが本当にまず一番思いつくのがそこが魅力かなと思いますね。最初はやっぱりどういうゲームか分かんなかったのでとりあえず触ってみた感じなんですけど、結構硬派なゲームで、もうすごくもう本当シンプルななんか駆け引きとかがやっぱ多かったから、自分結構そういうのが好きで、今言ったように結構いろんなプレイヤーがいて、みんなスタイルとかも結構かなりゲームによってしかも違うんですよ。結構なるほど。出身ゲームがこの人この辺のゲームやってそうだなみたいな考えるのはちょっと面白かったですね最初はやっぱり。結構グランブルファンタジー VS だとやっぱりオンラインの大会かなりやられてると思うんですけど、ここ最近で言ったら6月23日に行われたバトルコミュニケーション 3on3 ではスコアとガメラとラギアは仲良しというチーム先週チーム名がいやなんかいいですね。でも温まっちゃうスコアさんの案ですこれは。これ準優勝された後のことですが、あと一歩とかだったんですけどやっぱりちょっと届かなかったのはやっぱり相当悔しかったです悔しそう大会の準優勝のその賞金というのはハートサブレです。もう一回美味しかったですか。美味しかったですいいな。いいですねそしてアバオ選手が企画した超組手にラギア選手が講師として登場したと聞いております。超組手っていうイベントがグラブルのランクのマスターっていう一番上のランクのプレイヤーかつ配信ができる方を集めてその方たちに講師をしてもらっていろんな方に、組手系のイベントをやって、アドバイスをしてなるほど、内容でやったんですけどどれぐらい講師集まるかなと思って呼びかけてみたら計20人講師が集まってでその参加者の方が当日多分200人以上すごいです来てくれて、2時間だけだったんですけど、それをやってずっと人がいる中やれたっていう。でかなり感想を投げてくれて内容が大体いいことだったんですね。基本的には講師に対する感謝の文だったのでやってやっぱ良かったなっていう、イベントになりましたね。もうねやっぱりこんな話を聞いてたらグランブルーファンタジー VS これ見たいですマスター。もしこれはありますか。今回にタイトルあります。よかったやりましょうやりましょう。グランブルーファンタジー VS で対戦ラギア選手 VS アバオ選手。アバオさんとは同キャラなんで使ってるキャラ同じなんでこれも負けられない戦いだと思って頑張ります。同キャラの戦いになるんで割とジリジリとした戦いになるんですけど負けられない戦いかなと思うので頑張りたいと思います。よろしくお願いします。おかしなことになったものだ。この黒髪がアバオが使うカタリナ。
そしてこの金髪、こちらがラギアの使うカタリナです。カタリナは非常にリーチに優れたキャラクターです。そしてこの飛び道具のマイティライドと突進技のエンチャントランズ、これを生かして、この中距離戦を上手に進めていきたいという狙いがある。そしてこの遠距離シーンに対して差し返したのはまずはラギア、一気に画面下。しかしこのラギアは今エンチャントランズ突進技がクールダウン、ここで回復。相打ち、そしてダウン取ったのはアバオ、画面下から脱出することに成功。しかしアバオが飛び道具が使えないと見るや否やラギアが飛び道具を連発、体力を削っています。うまい、うますぎる。飛び道具を抜けてきた。奥義を使ったのはラギア、さらに画面下の攻め。ラギアは2つ、ここは抜けるがアバオ苦しい状況です。しかしからジャンプ、しかしそれは完全に見ていました。画面足からこう出たいんですけれども、そのために取った行動をやはり見ていました。2ラウンド目、下手に技を出せばそこをこうしゃがみ中攻撃ですね、こう打ち取っていくということができますから、技が打ちづらいか。まず飛び道具、これを使っているのはラギアです。現在使用することができません。これも打ってきました。これの中央、うまい。牽制を刺していったのはアバオです。今度はこのラウンドはアバオがリード。そしてやはり画面足から脱出させないように下手には技を打たない。いやー、しかしうまいぞ。カウンターヒット。ジャンプ攻撃から攻め込んでいくのはラギア、避けている。マイティライドプラスでダウンを取って画面足にアバオを追い詰めた。ラギア2つ抜けたがカウンターからこのコンボダメージ。アイシクルネイルどこまで減るでしょうか。残ったがアバオ依然苦しいか。投げは抜ける、しかしもう体力がない。画面足から脱出したがダッシュで走ってくる。上から投げる、よし前に投げた。攻め込んでもう一度あるのか。投げを抜けるが追いついてきたぞ。アバオは奥義が使えるんです。ラギアはもう奥義を使うことはできません。何か当たれば終わらせられる、逆転できる体力まで来た。どうなる。時間が減ってきています。この画面足走る。ここで無敵技エレハルド、見事勝利を果たしたのはラギア。まずは勝利を果たしたラギア選手、いかがだったでしょうか。最後の1本ちょっと画面端まで追い詰められてちょっとかなりヒヤヒヤしたんですけど、本当ギリギリなんとか勝てました。ありがとうございました。序盤にすごいいい展開作られたんで、そこから持ってかれなったのと、一番最後僕逆転できたんですけど、そこちょっとミスってしまって、それはすごい悔しいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。対戦格闘ゲームを制作するメーカー6社からプロデューサーディレクターが集結。8月1日に配信され、格ゲーファンの間で話題となった番組、日本格ゲーメーカー連合会。配信では人気タイトルのプロデューサーやディレクターにより、シーンの現状や未来に対してさまざまな意見が交わされました。例えばその AI みたいなものが介入してくるとしたらどういう部分なのか。データ量ですね。データをどんだけ大量に取得して、だからそれこそここ格ゲーメーカー連合のデータを一度みんなでそういう連携はしてもいいのじゃないかなと思いますけどね。連携の部分はいいですよね、やりたいですよね。そして今回の配信番組と前後して各メーカーから最新のアップデート情報が発表されました。その気になる内容をチェックしていきましょう。まずは SNK。 長きにわたり根強い人気を誇るシリーズの最新作サムライスピリッツ。新 DLC キャラクターとなるコウ・ソンリを今月リリースしました。こちらは無料配信となっているのも注目ですね。そして新シーズンとなるシーズンパス3の開発も発表されました。詳細はまだ未定とのことですが、どのような内容になるのか期待しましょう。カプコンは8月6日にストリートファイター5サマーアップデートの内容を発表。
最新トレーラーではシーズン5のロードマップが公開されました。さらに新キャラクター4体の参戦が決定。ゼロシリーズやスト4シリーズの人気キャラクターダン、ローズに加えストリートファイター3以来の参戦となるオロ、そしてジャスティス学園シリーズから風間明が登場。今後もう1体の新キャラクターや新たなバトルシステムの追加も予定されています。 3D 武器格闘アクションゲームソウルキャリバー6は新キャラクターセツカに加え新たなクリエーションパーツセットをリリース。ファンからの熱い要望に応えての登場となるセツカ、上級者向けキャラクターとして知られていますが、今回は入力を簡易化できる技が用意されているそうです。日本そして海外からも人気の高い鉄拳7は2020年秋にシーズンパス4を実装。最新トレーラーでは全キャラクターへの新技の追加、オンライン対戦の機能強化、やり込み要素となる鉄拳力の導入などさまざまな新要素が紹介されています。そして鉄拳7ソウルキャリバー6のオンライン大会が開催決定。9月から12月にかけて世界各地で行われる予定です。楽しみですね。来年春の発売が待たれるギルティギアストライブ。最新版の第5弾トレーラーではギルティギアエグザードシリーズの人気キャラクターレオ・ホワイトファング、今作から初登場となるキャラクター名残雪のバトルシーンなどが公開されました。そしてアークシステムワークスが主催するアークレボオンラインの開催が決定。10月に日本とアメリカそれぞれで開催される大会、日本での大会種目となる5タイトルが発表されました。さらに日本格ゲーメーカー連合会の配信ではデッド・オア・アライブ6のサマーセール実施やファイティング EX レイヤーの最新アップデートなどが発表されました。各タイトル充実のアップデートが目白押し。今後の大会で見られるであろう新たな戦いにも注目です。はい、ということで、そろそろ閉店のお時間となります、前回も見れなかったラギアさん、アバオさんのプライベートな一面がより深く知れて面白かったです。ありがとうございました。久々にオフラインの場で、対戦できたっていうのがすごい楽しくて、でこうやってやっとなんか久しぶりに会えたなっていう、はめこさんにもいつかさんにも、それが楽しくて今回は読んでもらってありがとうございました。ありがとうございました。半年前のアバさんと対決でちょっとずっと気にしてたんで、やっとイメージしてやっぱそこが一番自分は嬉しかったです。格闘ゲーマー負けずゲーですね。俺は格闘ゲーマーなんだなと改めて自覚することができよかったです。はい、今夜のゲストはアバオさんとライアさんでした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。次回はソウルキャリバー6、タモネギ選手、ユットト選手がご来店。お楽しみに。